皆様こんにちは。ゆっくりさんでございます。今回も、イギリスの隣に浮かぶ、歴史ある不思議な島、マン島の、電気鉄道をお送りしてまいります。前回まで、散々調子に乗って、ココアがうまいとか、木のブレーキだとか言ってたら、本当に乗ってた列車が事故っちゃったので、これからは心を入れ替えて、真面目にレポートしていきます。いやー、フラグって、本当にあるんだなー。マン島電気鉄道は、19世紀末、1893年に始まった、長い歴史を持つ鉄道です。開業時から、当時最先端のエネルギー、電気を動力に用い、以来、100年以上前の電車が、現役で走り続けています。前回は、この鉄道が辿ってきた、数奇な歴史と車両を、簡単にお話ししながら、島の首都、ダグラスから、中間地点である、ラクシーまで乗車してきました。この時は、オーソドックスな、箱型車体の電車に焦点を当てていましたから、後半は、別の変わり種車両に乗ってみましょう。この鉄道には、横の壁がない、トロッコ列車のような車両も走っています。内部に通路はなく、幅いっぱいに座席が設けられていますので、側面から直接乗り込みます。座席はこれも、転換クロスシート。背もたれを180度回転させて転換する、シンプルな構造です。イギリス系の国で、進行方向を向いて座れる座席って、だいぶ珍しいよな。イギリスが打ち負かした、無敵艦隊の国とか、イギリスが主導になって鉄道を建設した、東洋の島国ぐらいか。それ、イギリスほとんど関係ないでしょ。特に前者。この鉄道には、時刻表こそありますが、2種類ある車両の運用は、特に定まっていないようです。壁がある車両なのか、そうじゃない電車が来るのかは、その時の運になります。オープンタイプの車両は、側面に視界を遮るものがなく、乗りながらにして、満島の美しい景色と、心地よい風を感じられます。けど、途中で雨が降ってきたら、と心配になってしまいますよね。ただでさえ満島は、風が強く、雲が流されやすい上、電気鉄道は、山の間に線路が通っているので、急に天気が変わることが珍しくないんです。乗った時は、綺麗な空が見えていたと思ったら、5分後には雨がぱらつく、といったことがよくあります。でも大丈夫。車体の横に、シャッターがあるので、ある程度の雨は防げる、のだと思います。いやこれ、走行中とか、お客さんを乗せてる時には閉めないんじゃない？立ち上がらないと手が届かないし、素材が木だから、閉めたら真っ暗になるし、車庫で誘致する時とかに使うものだと思うよ。あ、そうか。ですから、こういった車両に乗るときは、突然の雨に備えて、簡単な雨具、もしくは、厚手の上着を用意しておくといいでしょう。マン島は、夏でも長袖でちょうどいいぐらいの、冷涼な土地。しかも、天気が変わりやすいので、普通に出歩くのにも、ちょっとした防寒、雨対策が必要なんです。あ、この人のことは参考にしないでくださいね。愛さんは、半袖で北極圏に突撃した強者なんですから。突撃させられた、でしょう。あれ、当日まで、どこに行くのか知らなかったんですよ。オープンタイプの電車は、前回乗った、クラシカルな車両より、見た目が簡素で原始的です。でも意外にも、この鉄道では、後期に増備された形式なんです。19世紀末の1898年と20世紀初頭の1904年、そして1906年に製造されています。初期の車両たちが、坂に対して力不足だった反省を生かし、彼らは最初から、モーターの出力が高められた設計です。特に、最終増備車両の32、33号車は、この鉄道で一番の力持ち。出力 20kW のモーターを備え、重い貨車を引けたり、客車なら2両も動かせる能力を有しています。ただこの、客車2両を引ける、というのは、性能上可能なだけで、普段はやらないそうです。って、愛ちゃん、出力たったの25分の1かって顔しないの。してませんよ。確かにちょっと思ったけど、愛さんは顔に出やすいんだよ。壁なし車両たちは、クロスベンチ、オープンカーと呼ばれ、計15両が在籍していました。でも現在動けるのは、わずかに4両だけ。
1990年から2010年頃にかけて、電気部品の劣化による故障が相次いで起き、大半の車両が走れなくなってしまったのです。彼らは重機の食卓には上がらず、車庫の片隅で修理を待っていることになっていますが、古い電気部品をオリジナルのまま復活させるのは至難の業で、半ば放置されている状態です。物理的なスイッチなど、可動部分も多く、その部品が手に入らない。もしくは、再生産しようにも、製造技術が失われて作れない。はたまた、現在では、環境汚染や、健康被害防止の観点から、禁止されている物質が使われている、といった、古い車両ならではの問題に直面しているんです。電車ってのは、こういう問題があるから、保存鉄道が多いイギリスでも、あんまり動ける状態を維持されてないんだよな。ディーゼル車両もですね。イギリスのディーゼル機関車、気動車は、ディーゼル発電機の電力で、モーターを動かして走る方法が多い上、エンジン、車体の制御にも、電気部品が多数使われています。こうしたパーツは、エンジンや、車両本体よりも劣化が早いため、製造後、だいたい15年ほど経つと、リフレッシュ工事を受けて、新しい部品が装着されます。ですが、その後また15から20年走り続けて、完全に引退する時には、次の交換部品が用意されていません。鉄道会社は愚か、部品メーカーにも、古い車両のパーツなんて、まずないですから、外観は綺麗なのに、内部の電気部品が足りなくて走れない、なんてケースが、よくあるんです。こうした事情を考えると、満東の電気鉄道は、100年以上前の車両を、よく維持しているなと感心します。それから、現在満東のお隣、イギリスでは、新しいバリアフリー法に適合させた、新型車両が、全国で導入されている真っ最中。それに伴い、基準に合わせられない、国鉄時代の古い電車、気動車が、大量に淘汰されています。一部の車両は、引退後、博物館や保存鉄道に引き取られているようですけど、こちらも動かせる状態を維持するには、電気部品の調達が不可欠で、関係者は頭を悩ませているそうです。それでも英国面の維持で、動態保存をするのか、諦めてただの1分の1ディスプレイモデルになるのかが、気になるところです。どうするんでしょうね。電気の話が出たついでに、屋根にある、珍しいものをご紹介しましょう。満東電気鉄道には、トロリーポール、という、古い終電装置が用いられています。今でも、架線からの電気で走る、トロリーバスや、古い街の路面電車で現役です。この間お話しした、ポルトガルのリスボン市電でも使っていましたね。トロリーポールは、車体から伸びる長い棒を、架線に接触させて、電気を取り込む構造です。棒の先端にはくぼみがあり、そこに架線を引っ掛けることで、車両が揺れ動いても、外れることなく固定される仕組みです。しかしこれ、必ず車体の付け根側が前になり、棒を後ろになびかせながら使わないといけません。架線と接触する部分を前にしたままでは走れず、逆向きに走行するには、終電装置の方向も変えないといけないんです。リスボンの市電や、トロリーバスは、車体に運転席が片側にしかなく、一方向にしか走れないので、大きな問題になりません。ところが満東の車両は、一般的な電車のように、前後に運転台がありますから、ポールが360度、自由に回転できるようになっています。終点に着くと、車掌さんが紐を引っ張って、棒を架線から離し、走行する方向の後ろ側に、トロリーポールを反周させます。これを、ポール回しといい、現在の電車では見られなくなった芸当の一つです。しかし、見てもわかる通り、これには終端に、広いスペースが必要ですし、段差のあるプラットフォームがあったり、隣に別の線路が通っているような場所での作業は、面倒で、危険が伴います。それに加えて、この装置自体にも、いくつもの弱点がありました。トロリーポールは、簡単に言えば、長くて、自由に動ける棒を、根元一箇所で支えているだけの機構です。速度を上げていくと、ポールが極端にしなったり、車体からの振動が大きく増幅され、電気が均一に取り込まれにくくなります。それだけならまだしも、振動がひどくなると、接触が不安定になっていき、やがて、終電をする先端部分が、架線から外れてしまいます。
すると、弾みで大きなポールが上に飛び上がり、周囲のケーブルや外資などを傷つける恐れがあるんです。こうした欠点から、鉄道車両からトロリーポールは次第に姿を消し、現在主流のパンタグラフに置き換わっていきました。トロリーポールは、架線と同じ、前後方向に棒が伸びていますが、パンタグラフは、架線と直角の横方向に、スリータが設置されています。なので、接触する部分が、架線に対して広く、電気を安定して取り込めるのです。装置自体もコンパクトですから、軽量で余計な振動が起きにくいという利点もあります。そして何よりも大きなメリットが、走行する向きを考慮せずに使える点です。そもそも、なぜトロリーポールは、後ろになびかせながら走らなければいけないのかというと、棒が長く、架線から外れやすい構造が理由でした。架線側を前、車体側を後ろにした状態で走行し、もしポールが外れると、長い棒が暴れ回り、周囲のケーブル、部品を、車体との間に巻き込んでしまいます。その反面、パンタグラフは構造上、装置が架線から外れにくい上、高さもありませんから、こういった心配がないんですよ。じゃあ、なぜトロリーバスは、不便な構造を使い続けてるの？と思うことでしょう。それは、自動車と電車とで、走る場所の事情が異なるからです。というのも、トロリーバスは、電車と同じように、必ず架線の下を走らなければいけませんが、道路の端にある、バス停に車体を寄せたり、狭くて急な交差点、バスターミナルを走ったり、時には車線変更もします。そんな時、終電装置自体が首を振り、左右への大きい動きが、ある程度許容される、トロリーポールが、かえって有利になるんです。あとトロリーバスは、ゴムタイヤで、アスファルトの上を走るってのも関係しているな。ものすごい基本の話だけど、電気って、供給源と、使う側の間に、それぞれ、プラスとマイナスの電流が流れる、回路がないといけないだろ。電車も基本的に、これと同じ原理で動いている。変電所から、架線を伝って、プラスの電流が流れ、車両のモーターや照明を介した後、車輪からレールへ、マイナスの電流が流れていき、電線を経由して、最終的に変電所に戻る、一つの輪が構成されている。これにより、初めて電車は走れるのだ。よくわかんないけど、レールにも電気が流れてるって、初めて知りました。愛さん知らなかったのか、電車のくせに。私もです。お前ら後で、TD のパーフェクト電車教室行きな。まあとにかく、電車の車輪とレールには、マイナスの電流が流れてるってだけ覚えてくれ。しかし、バスの足回りは、電気を通さないゴムタイヤ。地面にも、電気を導くものがないので、電流が変電所に戻っていく、回路が作れない。なので、屋根にポールを2本乗せ、プラスとマイナスの電気を、1本ずつ電線に流す方法が、最も簡単で、効率のいいやり方なのである。バスにトロリーポールを使う理由は、なんとなくわかりました。それなら、リスボンの市電なんかが、トロリーポールを未だに使用しているのは？それは、足元の悪さが関係してるんだ。リスボン市電が走る道路を見ると、自動車がひしめき合い、路面には、大きな輪立ちやくぼみが目につきます。路面電車の軌道は、鉄道専用の線路と比べ、頻繁な保守ができず、レールや地面に、歪みが発生しやすいんです。そんな軌道では、当然車体の上部が、大きく揺れ動きますから、左右の動きの許容が、パンタグラフよりも大きい、トロリーポールが重宝されるのです。速度は最高でも30キロ程度なので、高速域で発生する弱点も起きにくいですしね。ただ最近は、舗装技術の進歩によって、歪みが出にくい路面になり、多くの路面電車がパンタグラフでも問題なく走れるようになりました。前回のよく歪む木造車体といい、満頭の電車を観察すると、現代の電車は試行錯誤の末にあの形態に進化していったってのがよくわかるな。電車に乗りながら歴史のお勉強ができますね。歴史に関して満頭には面白い点がもう一つあります。この鉄道の名前はマンクスエレクトリックレールウェイ、満頭電気鉄道です。でも、車両を1両ずつよく見ると全然違う名前が書かれています。なぜなら、この鉄道は、長い歴史の中で、何度も名前が変わっているからです。
鉄道会社の社名は、始発と終点の名前を取ることが多いですよね。この電気鉄道は、島の首都、ダグラスから、延伸を何度も繰り返していたので、終着地を表す名前が、たびたび変更されてきたのです。さらに、時代によっては、鉄道を示す、レールウェイではなく、路面鉄道である、トラムウェイだったり、マンクスの前に、ザがついていたりします。普通なら、会社の名前が変わると、全部の車両に対して、ロゴや社名を書き換えるのが通例ですが、マントウでは、それをしていない。つまり、長い歴史を大切にしているんですね。まあそれもあるんだけど、最近のマントウ電気鉄道は、その古さを売りにしているので、それぞれの電車を、登場時の塗装や、社名に戻してるんですよ。昔は、普通の鉄道と同様に、全車両で、社名を統一していました。なんて、お話をしているうちに、先ほどまで山の中腹を走っていた電車は、少しずつ高度を下げ、周りには、建物が増えてきました。港町の終点、ラムジーが近づいてきたようです。列車は、速度を落としながら坂を下り、やがて、住宅地の中にある、停車場に止まりました。ここで、お客さんをすべて降ろした後、電車たちは、面白い動きをします。その理由は、電車の後ろについていた、客車の存在です。この車両は、ざっくり言えば、簡易ブレーキと車輪だけがある、ただの箱。運転装置がありませんから、反対方向に走るには、前後の車両を逆にして、再び電車を先頭にする必要があるんです。客車についている、操作類は、人力ブレーキのみ。圧縮空気で作動する、電車のブレーキに比べて、車両を停止させる力が弱く、走行中には使えません。車庫などに留め置くとき、車両が勝手に動かないようにする、ぐらいの能力しかないんです。しかしマントウ電気鉄道では、これを巧みに操って、アクロバット車両入れ替えを実施します。それが見られるのは、北側の終点、ラムジー駅です。終着駅、ラムジー駅は、線路が末端に向かって、なだらかに下っています。この傾斜を、客車の動力源にするんです。まずは、坂に抗い、電車が客車を、坂の上まで押し上げ、ブレーキをかけます。次に、連結を切り離し、電車だけ、逆の線路に対し、残された客車は、ブレーキを少し緩め、傾斜を利用して、低速で駅の末端に進入するんです。この時、車掌さんが手にしているハンドルが、手動ブレーキです。客車が、出発用の線路に進入したのを確認したら、退避していた電車がもう一度、元の線路に戻っていきます。最後に、客車の前方に回り込む形で、連結を繋いだら、ようやく組み替えが完了です。最後に、トロリーポールを、後ろに戻す作業がありました。それにしても、電車が向きを変えるたびに、トロリーポールをいちいち変えないといけないって、見てるだけでも面倒そうだ。今の入れ替えだけで、何回ポールを付け替えたっけ？ 4 回ですね。何度も言うようだけど、向きを気にせず、そのまま逆方向に走れてしまうパンタグラフって、本当にすごい発明だったんだな。ちなみに、南側の始発駅、ダグラスでの折り返し作業は、これよりずっと単純だ。なぜなら、こちらには、停車場付近に、2箇所の分岐が設けられている。なのでまず、2つの分岐の間に、客車を押し込んで停車。次に、連結を切り離した電車だけが、客車のいる線路を迂回して、逆方向に回り込む。そして、反対方面から、客車をつなぎつつ、推進運転で、元の乗り場に戻っていくのだ。ただしこちらも、方向転換のたびに、トロリーポールを付け替える、面倒な作業があることに、変わりはない。
さっきから何回もの折り返しを見てて思ったんですが、準備操作もなく、終電装置を架線から離したり、接触させたりできるってのはいいですね。いちいち制御コンピューターのシャットダウンとか再起動をしなくていいのは、ちょっと羨ましいです。そりゃあ、コンピューターのこの字もない時代に生まれた電車だからな。というわけで、私たちの満東電気鉄道のお話も終点に到着した。ここら辺で、一旦来た道を折り返し、今度は別の鉄道に乗ってみることにしよう。ちょっと待てゆくり、今、再生時間どれぐらいだ？あ、やべえ、20分過ぎてるな。これから乗る、別の列車って、どれぐらいかかる？少なくとも、これと同じか、それ以上だろうな。長いと、皆様の、時間と体力を奪うし、分割するか。そうしましょう。突然ですが、ここで動画を、前後編に分けることにします。後編の動画は、上のリンクからお飛びください。それでは皆様、ここまでのご視聴、ありがとうございました。